こんにちは、せいかです。今日は2025年10月11日の土曜日です。皆さん、この1ヶ月はどうでしたか？私は楽しいこともしながら仕事も一生懸命していました。今私はこの YouTube チャンネルの他に CIJ というウェブサイトにも毎週動画をアップしています。去年の10月11月ぐらいから始めました。最近だと旅行の準備をしながら、その旅行に持っていくものを日本語でどういうのかについての動画を作ったりとか、あとはこの脈々っていうものを作ったんですけど、これの作り方を日本語で説明したりとか、そんな感じでいろいろな動画を作っています。で、その CIJ というウェブサイトには私の動画だけではなくて、いろいろな先生の動画がアップされているんですよね。なので、日本語を勉強している人にすごくおすすめのウェブサイトです。で、CIJ の動画には字幕がないんですよ。今、私のポッドキャストは下の部分に字幕があると思うんですが、CIJ の動画にはこの字幕がありません。字幕があるのも勉強にすごく役立つんですけど、字幕がないのを見るのもですね、いいトレーニングなんですね。なので CIJ の動画を見ていると、リスニング力がすごく上がるんじゃないかなと思います。日本語を聞く力がどんどんつきます。動画を作っている先生は、さっきも言ったんですけど、私だけではなくて、他にも数人いらっしゃるんですね。女性もいるし、男性もいるし、あとは年代もいろいろな方がいます。そして出身地も違います。なので私は東京に住んでるので、東京に住みながらいろいろなことを動画にしてるんですが、他の先生は他の場所に住みながら動画を作っているので、面白いと思います。すごくおすすめです。やっぱり言葉って人によって違うじゃないですか。男性が話す言葉、女性が話す言葉、そして年代によっても違うので、いろいろな人の日本語を聞くというのはすごくいいトレーニングだなと思います。時々私の学生さんの中にもいるんですけど、私の日本語は聞き取れるけど、実際に日本に行った時に店員さんの日本語とかを聞くと全然わからないって悩んでる方が多いんですね。そんな方は日本語の力がないんじゃなくって、いろいろな人の日本語を聞くことに慣れていないだけなので、本当にいろいろな人の日本語を聞くというトレーニングをしたら、旅行に行った時にも日本語が聞きやすくなるんじゃないかなと思います。なのでそういう悩みがある方には CIJ はとってもおすすめのウェブサイトです。私も毎週動画アップしてますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。ちなみにレベルなんですが、超初級から上級まであります。なのでどんなレベルの方にもおすすめです。毎日1本とか2本動画がアップされてますので、たくさん動画を見たい方、日本語をインプットしたい方はぜひチェックしてみてください。そしてですね、ちょっと CIJ の話からはずれるんですけど、私はこの前大阪に行ってきました。前のポッドキャストで脈々について話したじゃないですか。皆さん覚えてますか？キャラクターですね。その時から大阪万博が気になるようになっちゃったんですよ。ポッドキャストで話したら気になるようになっちゃって、で、もともと私の母と違う場所に旅行に行く予定があったんですけど、急遽大阪に変更して万博に行ってきました。本当に急に決めました。多分2週間前ぐらいにチケットを買ったんじゃないかなと思います。そして行くと決まったらすごいワクワクしてきて、脈々のバッジを作ってつけていきました。今動画付きで撮ってるんですが、その動画で見せてます。このバッジを作ったんですよ。可愛くないですか？気に入っています。そして万博に着いたらとっても暑かったので、脈々のタオルも買ってしまいました。
ファンなんですかね。よくわかんないんですけど。はい。今もまだこのキャラクターがもう心の底から可愛いとは思わないんですけど、でもなんか魅力的に見えてきましたね。はい。怖いキャラクターですね。はい。ということで、今日はですね、せっかく作ったので見せたくて、最初にこの脈々の話をしました。はい。ということで、今日のポッドキャストの内容に入っていこうと思います。今日はですね、動画を見てくださっている方はわかると思うんですが、私の目の前にたくさん物が置いてあるんですね。これは全部私のお気に入りのものです。今日は私のお気に入りのものについて話そうと思います。お気に入りのものはもう本当にたくさんあるので、その中のいくつかを選んで持ってきました。なので今日は一つずつ紹介しながら、そのものにまつわる話をしていこうと思います。はい、そのものにまつわるというのは、そのものに関係するということですね。はい、すごく私も楽しみにしています。では、一個ずつ紹介していきます。はい、まずはですね、彼女は嘘を愛しすぎてるという映画のグッズです。はい、皆さんはこの作品を知っていますか？最近、日本のネットフリックスで配信が始まりました。なのでもしかしたら、皆さんの国でもこの映画を見ることができるかもしれません。はい。私はとにかくこの映画にハマったんですよ。なので、たくさんグッズを持っていますし、今も大切に取ってあります。まずは簡単にこの映画について説明するんですけど、この映画はですね、もともと原作は漫画だったんですね。で、漫画が実写映画化されました。で、ストーリーは天才作曲家と、あとは歌が上手な、歌が大好きな女子高生の物語なんですね。はい。で、この映画は確か2017年とか18年ぐらいに公開された映画なんですけど、はい。その時私学生だったんですね。で、私はいつも学校に行く時に渋谷駅を使っていたんです。で、その渋谷駅にこの映画の宣伝のポスターがバーンって貼ってあったんですね。で、それを見て、なんかすごく興味を持って映画を見に行ったっていうのがきっかけでした。なので私はこの漫画を知っていたわけではないんですが、渋谷駅にあった広告を見て、なんとなく気になって映画館に行って見に行ったらすごくハマったっていう感じですね。で、こんなにグッズを買ってしまいました。はい。どんなグッズを持ってるかというと、まずはオフィシャルブックですね。映画にまつわる話がたくさん書いてあります。映画を撮影している時のオフショットもあります。はい。本当にファンの人が買う本ですね。オフィシャルブック。そして、CD なんですけど、これは映画のサウンドトラックですね。はい。映画の中に出てくる歌が全部入ってます。やっぱりその音楽の世界の映画なので、歌がたくさん出てくるんですよ。その歌が全部入ってるものですね。そして DVD ももちろん持ってます。はい。で、中を開けると映画の本編と、それから特典のディスクがあるんですね。はい。私はファンなので、この特典が見たくて DVD も買いました。はい。これも特典です。特典っていうのは何かを買った時にプレゼントで、プラスアルファでもらうもののことですね。特典だったと思います。これもスペシャル DVD なんですね。どんな内容だったか全然覚えてないんですけど。はい。結構前の話なので、ただその当時はよく見てました。この DVD の写真がすごくいいシーンの写真です。とにかくこんなにたくさんグッズを買ってしまうほどオタクでした。はい、ファンでしたね。で、どうして私がこの作品がこんなに好きだったかというと、この作品に出ている女優さんのことが大好きになってしまったからなんですね。で、その女優さんが誰かというと、この、はい、女子高生を演じた
大原桜子さんです。はい。で、大原桜子さんは、この映画のためのオーディションで選ばれた方なんですね。なので、この映画がデビューでした。そして、とても歌が上手なんですが、この映画が終わった後は、歌手としてもデビューしてます。で、私はコンサートにも行きましたし、イベントにも行きましたし、あとは CD を買ったらサインがもらえるっていうイベントとかもあって、そういうのもいっぱい行ってました。とにかく大原桜子さんのファンだったんですね。はい。そしてこの主人公の俳優さんは有名な佐藤健さんです。はい。で、この佐藤健さんと完全に新人の大原桜子さんが一緒に演技をするっていうので話題になってたんですよね。で、私は桜子ちゃんにハマっちゃいました。この映画はですね、渋谷が出てきたりとか、あとは隅田川が出てきたりとか、お台場が出てきたりとかして、東京が舞台なんですけど、なんかすごく、実際の場所に行きたくなるような、そんな映画なんですね。この映画はですね、そうですね、その大原桜子ちゃんがすっごく可愛いのはもちろんなんですけど、歌がすごい上手なんですよ。なのでそれでファンになってしまいましたし、その歌声を聞きたくて何回も映画館に映画を見に行った思い出があります。ストーリーも面白いですし、あとはほとんど東京で撮影されている映画だったので、旅行に来たことがある方は、ここ知ってるっていう場所がたくさん出てくると思います。なのでぜひ興味がある方はこの映画見てみてください。そして大原桜子ちゃんはこの映画の後も女優さんとしても活動してますし、あとは歌手としてもたくさん歌を出してて、いい曲がたくさんあるので、ぜひそれも聴いてみてください。とにかくこの映画はなんというか私にとってすごく忘れられない青春みたいな映画なんですよね。はい。なのでずっと捨てないで大切にグッズを取っておいてます。これがお気に入りのもの、一つ目というか1セット目でした。はい。彼女は嘘を愛しすぎてるという映画のグッズですね。ちなみにタイトルがすごく長いので、日本人はカノウソと呼んでいる人が多かったです。カノウソ。はい。ネットフリックスで見れたらぜひ見てみてください。はい。そしてちょっと一つ目、すごく話しすぎちゃったんですけど、二つ目に行きますね。私のお気に入りのもの、二つ目は、家が好きな人という本です。はい。この本はですね、私のいとこが持っていたんですよね。で、いとこの家に行った時に、ちょっと読んでみたら、もうすごく素敵だなと思って気に入ってしまって、私も欲しいって言ったら、いとこが誕生日にくれたんですよ。もう大切にしまってます。で、これはどんな内容かというと、家が好きな人が家でどんな風に過ごしているのかが書いてある本なんですね。本といっても字ばっかりがあるわけではなくて、絵がメインのそんな本です。家が好きな人の過ごし方が書いてあるんですが、ですね、5人分の生活が書いてあるんですよ。ちょっと見せるとこんな感じですね。はい。すごく癒されます。これを読んでいると癒されるので、私は疲れた時とか、なんかリラックスしたい時とかに読むことが多いですね。で、本の中に食べ物とかも出てくるんですが、それもね、真似したくなるような、そんなビジュアルなんですよ。朝のパン。いいですよね。ちなみに私が一番好きな人は、この人ですね。この人の部屋が一番好きです。はい。5人分の家が見られるんですが、で、その5人の家はそれぞれ、個性があるんですね。一人一人違って、一人一人いい。そんな感じなんですよ。なのでこれを読んだ後に、友達とかとどの家が一番好きっていう話をすると、すごく盛り上がると思います。はい。で、私はいとこの家でこの本を読んだ時は、まだ実家暮らしだったんですよ。実家暮らしというのは、両親と一緒に住むということですね。で、実家暮らしだったんですけど、この本を読んだら、すごく一人暮らしが
したくなって、はい。なのでその数ヶ月後に一人暮らしを始めました。なのでそれもあって思い出の本ですね。はい。で、この本がすごく好きなんだっていう話を学生さんにしていたら、その学生さんもこの本を買ってくれました。で、その方は日本語バージョンと、あとは韓国語バージョンもあるみたいで、どちらも買ってましたね。で、2冊とも買って、日本語の勉強をしているそうです。はい。絵だけじゃなくて、結構字も書いてあるので、確かに楽しく勉強するのに良さそうですね。はい。可愛くて、日本語を読む練習にもなるような、そんな本を探している方はぜひ、この本、検索してみてください。はい。私もすごくお気に入りの本です。はい。これが私のお気に入りのもの2つ目でした。はい。そして次に3つ目がですね、ミニーちゃんのぬいぐるみです。はい。ただ、このミニーちゃんのぬいぐるみはですね、ただのミニーちゃんじゃないんですよ。このミニーちゃんはアメリカのディズニーワールドにあるエプコットという場所で買いました。はい。何回かラジオで話したことがあると思うんですが、私は、大学を卒業してから1年間アメリカのディズニーワールドで働いたことがあるんですね。で、その時に働いていた場所がエプコットという場所です。で、エプコットの中にはですね、ワールドショーケースという場所があります。どんな場所かというと、いろいろな国の文化が体験できるような、そんな場所です。パビリオンのことを日本語で館と言うんですけど、アメリカ館があったり、フランス館、イタリア館、中国館、そして日本館などがありました。もっといろいろな、パビリオンがありました。で、そのエプコットのワールドショーケースの中にある日本館という場所で私は働いていたんですね。で、アメリカで働いていた時は、すごく楽しかったんですけど、やっぱり大変なことも結構ありました。なので、そういう大変なことも経験して、すごく成長できたなって感じた、そんな1年間だったんですね。なので、エプコットは私にとって忘れることができない、とても大切な場所です。はい。で、このミニーちゃんは、そのエプコットで売られていた、デザインのミニーちゃんなんですね。よく見ると、このリボンのデザインとか、あとは服、ワンピースのデザインが国旗なんですよ。いろいろな国の国旗なんです。はい。なので本当にエプコットっていう感じのミニーちゃんなんですね。私はこのぬいぐるみを見た時に絶対に欲しいと思ってすぐ買いました。はい。エプコットで働いていた時のことも思い出すし、あとはこのミニーちゃん、すごく可愛くないですか？はい。見た目的にも気に入っているので、すごく大切にしているぬいぐるみです。でですね、ちょっと前に学生さんが日本に遊びに来てくれて、その時に会ったんですけど、その時にその学生さんがミニーちゃんのぬいぐるみをくれたんですね。ニューヨークバージョンのミニーちゃんです。はい。アメリカだからかわからないんですが、同じスタイルの人形なんですよ。なので、二つ横に並べておくと、すごく姉妹みたいで可愛いので、私は二つ並べて飾っています。はい。エプコットももちろん気に入ってますけど、ニューヨークのこの自由の女神のミニーちゃんもすごく素敵ですよね。私はニューヨークにも行ったことがあるので、ニューヨークのことも思い出しました。はい。このミニーちゃんの人形たちも私のお気に入りのものです。そして次はですね、私が最近買ったものですね。スプーンとフォークです。で、この手で持つ部分のデザインがとっても素敵なんですよ。これは最近買いました。で、どこで買ったかというと、大阪にあるカフェで買いました。私は最近母と一緒に万博に行ったとさっき話したじゃないですか。で、その時に大阪に2泊3日したんですね。なので1日は朝から夜まで万博に
行ったんですが、それ以外の日は大阪でやりたかったことをいろいろやってきました。美味しいものを食べたりとか、行きたかったカフェに行ったりとか、行きたかった場所に行ったりとかしました。で、その中の一つがカフェなんですけど、北浜レトロというカフェなんですね。で、このカフェはいとこにおすすめしてもらってからずっと気になっていたカフェなんです。多分、2年ぐらい2年ぐらいずっと行きたいなって思ってたカフェなんですが、今回やっと大阪に行くことになったので、そのカフェに行ってきました。で、そのカフェはですね、イギリスがテーマみたいなんですが、とにかく素敵なんですよね。まず入り口には大きいティーポットがあって、中に入ると、たくさん紅茶が売られてるんですよ。はい。で、その紅茶が入っている缶も全部可愛いんですね。そしてテディベアがたくさん飾ってありました。で、その場所はアフタヌーンティーが有名なんですよ。ただ、その日はちょっと時間がなかったのもあって、私はスコーンを頼んで、母はケーキを頼んでました。で、それぞれ紅茶も頼んだんですが、もう全部美味しかったです。もう本当に雰囲気も素晴らしいし、紅茶も本格的だし、あとはスコーンとかケーキとかも本当に美味しいんですね。ハンドメイドの味というか。はい。そんな感じで忘れられない味です。なのでまた大阪に行く機会があったら、このカフェに行って、今度はアフタヌーンティーを頼もうと思います。はい。で、そんな感じでティータイムを楽しんでたんですが、そこのカフェにあるものすべてが可愛かったので、私もこんな場所が欲しいってすごく思ったんですよ。私の家の中をカフェのようにするのは難しいかもしれないけど、ちょっとでも近づけたいって思って、カフェでお茶をした後に、ちょっとショップを見てたんですね。で、そのショップには、紅茶はもちろんなんですけど、紅茶を飲むときに使うようなものもたくさん売ってました。はい。で、その中で見つけたのが、このスプーンとフォークですね。でも見た瞬間に気に入った、絶対欲しいと思ったので買ってきました。一目惚れして買ってきました。はい。なので、買ったばかりですが、もう本当に気に入ってます。お気に入りのものです。そして次はですね、ずっと私の目の前にあったテディベアですね。クマのぬいぐるみです。はい。これはですね、いつだったかな？ちょっといつだったか忘れちゃったんですが、多分今年の初めぐらいにテディベアミュージアムという場所に行ったんですけど、その時に買った、はい、ぬいぐるみです。そのテディベアミュージアムでは、たくさんテディベアが売られてたんですよ。はい。なので、何か一つ欲しいなと思って見てたんですが、このテディベアがすごく可愛いなと思ったので、買って帰ってきました。テディベアといっても、いろいろな種類があるじゃないですか。顔も違うし、色も違うし、こういうデコレーションも違ったりしますよね。なので本当に迷ったんですけど、直感でこの子が可愛いと思ったので買ってきました。で、正直買った時はですね、このテディベアが思ったよりも高くて、本当にこの値段を出して買って、後で後悔しないかなってすごく心配だったんですよ。いくらだったかちょっと忘れちゃったんですけど、いや、思ったより高いなって思ったことは覚えてます。はい。で、すごく心配だったんですけど、半年ぐらい経った今、まだすごくお気に入りで見るたびに幸せな気持ちになれるので、いい買い物だったなと思います。これからも1年に一つずつぐらいテディベアを集めていきたいですね。そしていつかは家の中をさっき紹介した北浜レトロというカフェのような場所にしたいです。はい。今のところこのような本格的なテディベアはまだ一つしか持ってないですね。記念すべき一つ目だったのもあって、すごく思い入れがあるぬいぐるみです。なんというかやっぱり癒されますよね。部屋の中に置いてるんですけど、見るたびに癒されてます。これもすごく気に入ってるものです。そして今日紹介する最後の
ものなんですが、最後はニュージーンズのアルバムです。皆さんはニュージーンズを知っていますか？韓国のアーティストですよね。はい。で、私はニュージーンズの世界観とか衣装とかメイクとかもうすべてが好きでファンなんですよ。なので、ニュージーンズのアルバムはほとんど全部持ってると思います。今は活動してませんよね。はい。いつ活動再開するんですかね。活動再開したらまた CD を買おうと思ってます。で、ニュージーンズが好きで、たくさんアルバムを持ってるんですけど、中でもこのパワパフガールズとコラボしているものが気に入ってるので、今日はこれを持ってきました。でですね、ちょっとこの話をしたいんですけど、日本の CD と韓国の CD って違うんですよね。はい。日本の CD というと、さっき彼女は嘘を愛しすぎてるの話をした時に見せましたけど、この決まった形のプラスチックのケースの中に入っているっていうのが普通なんですよ。なので私は小さい時からいろんなアーティストの CD を買ったりとか、はい、アイドルの CD も買ったことがあるんですけど、全部この形なんですね。ただ韓国のアルバムとか CD って全部形が違うじゃないですか。すごく小さい時もあれば、これぐらいの時もあれば、すっごい大きい時もあったりして、はい。そして CD が入っているだけじゃなくて、そのブックレット、本みたいな、写真集みたいなものとかもたくさん入ってたり、あとはシールが入ってたりとか、いろいろなものが入ってるんですよね。なので私は初めて買った時本当にびっくりしました。なんかプレゼントボックスをもらったような、そんな気分になりましたね。すごく好きです。ちなみに、このアルバムの中にもたくさん本が入ってます。もう CD を探すのが大変なぐらいメインは CD なのに、もう CD を探すのが大変なぐらいいろんなものが入ってるんですね。カードが入ってたりとか、なんかこういう飾りが入ってたり、ポストカードみたいなものも入ってたりとか、はい。で、もちろん CD も入ってて、このようにブックレットがたくさん入ってたりします。もう大好きです、このスタイル。はい。韓国のアルバムとか CD は旅行に行くたびに買ってしまいますね。ニュージーンズは、日本から予約をして輸入してきたものを買ったりするんですけど、それ以外の CD は韓国に旅行に行った時とかに CD ショップに行って、なんかすごく気に入ったものがあったら買って帰ってくることが多いです。はい。なので結構たくさん持ってるんですが、中でもこのニュージーンズのパワパフガールズとコラボしたものがすごく気に入っているので、今日紹介してみました。はい。ということで、今日は私のお気に入りのものをたくさん紹介してみましたが、いかがでしたか？今日はですね、たくさんあるうちのいくつかだったので、これからもまだまだ紹介できるものはたくさんあります。なので今後また機会があったら、私のお気に入りのものを紹介しようかなと思います。そして何か知っているものとか、好きなものとかがあったらぜひコメントで教えてください。そして私は YouTube のメンバーシップもやっています。初級の方には Vlog で勉強できるような動画をアップしています。そして中級以上の方にはタメ口の動画とか、あとはゲームの動画とかをアップしているので、ぜひ気になる方はメンバーシップも見ていただけたら嬉しいです。それでは今回も最後まで聞いてくださって、そして見てくださってありがとうございました。また次のラジオでお会いしましょう。さよなら。